皆さんこんにちは、ガジログです。今回は前回 Fitbit 6の動画でその際に Fitbit のサーバーの障害があったようでペアリングすることができず、このように実際に動いている様子をお見せすることができなかったんですが、あの後だいたい数時間後に復旧したようで、このようにねやっとペアリングできて使い始めることができました。というわけであれから数日経っているわけですけども、使って感じたファーストインプレッションをお届けしたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。では早速ファーストインプレッションになりますけど、まずこのディスプレイ見ていただきますと、自動調光機能がついたディスプレイとなっていますが、今表示していますのは AOD、いわゆる常時表示ディスプレイになります。そして通常の画面になりますが、この文字盤が先ほどの AOD に変わります。歩数表示ですね。そして今切り替わりましたが、必要最低限残しまして常時表示ディスプレイになっているので、バッテリー表示が最小限になりつつも必要な情報が見ることができますので、無駄な表示がなくてすごくシンプルでいいなと思いました。そしてこの画面ですね、タップしますとこのように切り替わりまして、歩数表示だったところが心拍数の表示、そしてもう一度タップしますとカロリーの表示ですね。そしてもう一回タップしますと移動距離ですね、 7.39 キロを移動しましたというふうに出ています。そしてついでにこの下39、40と今なっていますが、なんとこの小さな文字盤の中にデジタルなんですが秒数表示ができるっていうのもすごくいいですね。この Fitbit のアプリを立ち上げていただきますと、これペアリングされている状態なんですが、このギャラリーっていうところを見ますとね、Fitbit Charge 6の中にどんな機能を割り振るかとかね、いろいろ設定することができます。この中に時計っていうのがありまして、ここに文字盤がいろいろ入っています。この中から好きなものをダウンロードしてインストールすることができますが、この本体でこの文字盤の切り替え自体はできません。今入っている文字盤をもし変えたい場合は、他のスマートウォッチですと画面長押しするといくつかインストールされているものから選ぶっていうことができますが、なんとね Fitbit Charge 6はできないんですね。切り替える際は必ずアプリから何か探してっていうことになりますので、そこはねちょっとめんどくさいなっていうふうに感じました。今私が使っていますのがこの文字盤になっています。というわけでバリエーションとしましてはね、29種類ほどありますけども、なんとここの右上にあります、かなりアクティブに動いていますけどね、これだけ唯一 Fitbit のプレミアム会員にならないと使えない文字盤が1種類だけ入っていました。この辺はねプレミアム会員に誘導している感はありますね。そして気になるところとしましては、このように機能を表示させることができます。非常にシンプルなユーザーインターフェースになっています。設定を開いてみますと、ディスプレイ、静音モード、サイレントですね、心拍数の機能を使うかどうか、そして心拍ゾーンの通知、ボタンロック、バイブレーション。これバイブですね。ちょっと触ってみますと、強と標準ってあるんですが、バイブの強さが非常に強くなっています。これはちょっと驚きでした。こんなにね、小さなボディの中にこんな強力なバイブが入ってるんだなっていうぐらい強いですね。バイブ振動が弱いスマートウォッチ、スマートバンドってあるんですけども、ちょっと強いものを探している方にとってはね、チャージ6なかなかいいんじゃないかなと思います。さらに GPS っていう項目があるんですが、これは GPS 内蔵のものを使いますかっていうことですので、この本体に入っている GPS の受信機を使って、例えば屋外ランや屋外ウォーキングなんですね、この本体の GPS で使って軌跡をねマッピングするってことができます。そしてこの中にね防水ロック機能、そしてスマートフォンを探すっていう機能もあります。そして画面の起動自動とありますけども、これはいわゆるこの動きによって画面が点灯させるかどうかになります。そして機器の心拍数とありますけども、これをオンにしますとね、互換性のあるエクササイズマシンと接続することによってディスプレイにリアルタイムに心拍数が表示されますとありました。以前ご紹介しましたスペック解説動画の中にノルディックっていう会社のエクササイズマシンのディスプレイにここで計測しました心拍数が画面上に表示されるっていうものがあったんですね。おそらくその機能だと思われます。そしてお休みモード、サイレントモード、またお支払いとありますが、これは Google ウォレットになりまして、開きますと Visa Touch を登録することができました。たまたま私はソニー銀行を使っていましたので、このように NFC で Visa Touch として使うことができます。ですので使うときにこれリーダーにかざすことによってソニー銀行のデビットカードですかね、即決済することができます。これめちゃめちゃ便利ですね。もちろん Suica も登録することができますが、私はなかなか使う機会がありませんので、ソニー銀行のデビットカードですね、こちらで登録しました。そしてこのホーム画面の下方向になりますと、いわゆるステータスが表示されています。日付や本日の歩数や移動距離ですね、消費カロリー、
また心拍数の画面や睡眠測定ですね、非常に少なくなっていますね。実はね、1時間29分しか寝てないっていうわけではなく、後ほどね、バッテリーがどれぐらい持つかについてご紹介しますが、バッテリーが夜中にタイミングが悪くゼロになってしまって、このようにね、途中で止まってしまっていました。そして血中酸素、エクササイズ、またホーム画面の横スワイプになりますと、こういった画面が出てきまして、これ結構使いやすいなと思いました。特にですね、すぐ右側に通知がありまして、通知がね、飛んできますと、ここから開いて、また削除してっていうこともできるようになっています。さらにエクササイズに関しましては、直近で使ったものが一番上に来ています。2番目にスピニングとありますが、屋内サイクリング使いましたので、2番目に来ています。そしてウォークをね、ちょっとタップしてみますと、今 GPS 探して接続中と出ていますね。ちなみに、屋外で使った場合、だいたい30秒ほどから1分ほど GPS の補足に時間がかかります。止める場合はこのように上にスワイプして、一時停止、そして終了というところを押します。この内容で、いいよということであれば OK をして保存という形になります。この手順が必要にはなりますけど、なかなかわかりやすいインターフェースだなと思います。そしてスマートアラーム機能もなんとついていました。これはね、めちゃめちゃ嬉しいですね。朝7時に毎日でセットしてありまして、朝の6時半から7時の間の30分間の間に、私自身が目覚めのいいタイミングを見計らって、ウォッチ自身が判断し起こしてくれるという、そうしたモードになっています。ですので、これいつもね、ついているならば必ずオンにして使っているんですけど、この Fitbit Charge 6もしっかり対応しているのが良かったですね。そして次の画面としましてはタイマーですね。これ結構対応しますので非常にありがたいなと思います。そして上にスワイプするとストップウォッチ機能もついています。ちなみにストップウォッチね、起動してみますとこんな画面で1秒以下のね、0. 何秒に関しては表示されない仕様となっています。そしてカウントダウンも見てみますと31分30秒ってね、やりますとこんな感じでタイマーをセットして使うことができますね。そしてこれがね、目玉の機能の一つかもしれませんが、皮膚電気活動スキャンとありますね。こんな感じにして使うことができます。本体の左右をですね、このように指で挟み込むことによって、いわゆるストレス測定を計測するという形になっています。終わりますとセッションの後に気分を振り返るとありまして、とても穏やか、中くらい、ストレスを感じる、とてもストレスを感じるみたいなね、ここから選ぶ形になります。今レビューしていますので、気持ちとしては中くらいになっていますね。そしてこのスキャンの隣のページに Google マップが来ています。スマートフォンで開いてくださいとあるんですけども、実は Google マップと連携していまして、Google マップで指示している通りに本体のディスプレイ上に出てきます。南西に進むと出ていますね。進んでいきますとどんどんこの画面が変わっていくという形になっています。ということで今回ね、やっぱり Google 色が非常に強まったということで、Google マップの案内がこの手元で確認できるっていうのはね、使う方にとっては待望じゃないかなと思います。そして Google マップのさらに横スワイプしますと YouTube Music も実際使えるようになっています。今 YouTube Music のアプリと連携されている状態になっています。そしてこの画面上にあります再生ボタンをタップしてみますと、このように実際に動き始めましたね。もう一回押しますと止まりますね。もう一回再生しますとはい、実際に動いていることがわかります。このようにいわゆる音楽再生コントロールよりもさらに高機能になった感じですね。なんでかと言いますと、ここからワークアウト中にどんな曲を流すかとかね、選ぶことができます。実際に変わりましたね。この辺の機能はやっぱり強いなと思います。で、さらに曲を送る。はい、変わっています。そしてさらにスワイプしますと音量調整ができるようになっていますね。では次に気になるところとしましては、LINE の通知がどんな感じで来るかということだと思います。ではまず最初に LINE の音声通話の着信テストをやっていきたいと思います。ではこれから発信します。はい、発信しました。はい、スマホにね、今、着信が来ている音がわかると思いますが、チャージ6には全くね、その通知が来ていません。ディスプレイ上にも表示されませんし、バイブもありませんので、着信があるってことをね、スマホが遠くにあったらわからないわけですね。じゃあこの状態で通知を見ていきたいと思いますが、全く何も来ていないのがわかります。ではちょっと切りたいと思います。はい。今切りましたら着信の通知が来ましたね。じゃあ実際ちょっと見てみたいと思いますが、LINE の不在着信通知が来ています。
タップしてって書いてありますけどね。はい、実際に LINE の不在がありましたよと、ガジログさんから来ましたよっていうのがわかるようになっています。ちなみにですね、アイコンを見ていただきますと、LINE の公式のアイコンが使われているのは、このあたりはいいですね。カラーリングもその LINE の色を使っているのもわかりやすくなっています。では次にメッセージがどんな感じで来るかご覧ください。今ね、通知が来ましたね。はい、こんな感じで送られてきました。メッセージどんな感じとなっています。そして絵文字も表示されているんですが、めちゃめちゃちっちゃかったですね。消えましたらすぐ内容も消えてしまいました。これはちょっとね、残してほしいですね。ということで、こんな挙動になっていました。実際ね、一応メッセージ来たってことがわかりますので、ここで確認するとともに、やっぱりね、しっかり後ほどスマホで確認するのがいいんじゃないかなということですね。そして次に気になりますのは、これも毎度検証していますが、歩数計の精度がどんな感じかということなんですけど、やはりね、こういったスマートウォッチやスマートバンド、またフィットネストラッカー購入されるっていう方は、歩数計の精度っていうのがある程度ね、気になるんじゃないかなと思います。今回の検証は、このカウンターを使いまして、私が500歩歩いた時に、チャージ6の歩数計が何歩で表示してくるのか、チェックするようにしました。で、全部でですね、5回テストをしてみまして、その結果をこちらに出しています。まず1回目のテストなんですが、500歩に対しまして、チャージ6は489歩と誤差は11歩ありまして、パーセンテージで言うと 2.2% の誤差となっています。そして2回目468歩とセンサーは表示しています。歩数の差は 32%、パーセンテージで言うと 6.4% と結構大きな誤差が出ています。そして3回目も466歩とね、実際500歩に対して歩数センサーは466とね、なんと34歩の差も出してきました。これはちょっと大きい誤差だなという感じですね。パーセンテージで言うと 6.8%。そして4回目は484歩で誤差は 3.2%。そして最後はですね、5回目504歩となりまして、最後に500歩よりもちょっと多めに来たんですね。差は4歩となりまして、パーセンテージで言うと 0.8% の誤差となって、どういうわけか最後に一番いい結果が出てきました。ということでね、5回の誤差を平均してみますと 3.88% ということで、なかなかね、誤差レベルとしては大きめなのかなという気はします。というのも、これまでにいろんなスマートウォッチで歩数計の精度、どんな感じかね、調べてきた結果、0.68% が平均となっているんですね。ということで、その数値を見てみますと、3.88% の誤差っていうのはめちゃめちゃ大きいことがわかりますね。ということで、歩数計の精度を求めるのであれば、ちょっと難しいかなという気はしますけどもね、あくまでも目安として使う分にはいいんじゃないかなと思っています。では最後の気になる点としましては、やはりバッテリーの持ちではないでしょうか。まず前提条件になりますけど、ヘルスケア系はできるもの全てオンになっています。心拍数の測定や睡眠測定、ストレス測定、そして血中酸素の測定ですね。このあたりもほぼほぼね、全部できるものはオンになっています。その上でこのような常時表示モードをオンにした状態で検証をしてみました。その結果ですね、こちらの表になりますけども、結果から言いますと AOD をオンにした状態ですと、だいたい 2.5 日ぐらいなのかなという結果になりました。だいたい1日あたり 40% 強減っていくというような勢いで、どんどんね、バッテリーが減っていきました。もちろんFitbit Charge 6の公式サイトの方に AOD を使った場合は消費が激しいですよというような、そういうような内容のものをちゃんと記載されているので、この辺が限界なのかなという感じです。そして今度はですね、この常時表示モードをオフにした状態で、本当に短い期間になりますが、ちょっと調べてみました。1日でだいたい 14% ほど減っていきました。100% で割ってみますと、だいたい約7日間ぐらいということで、スペックではですね、約7日と言っていますので、ほぼほぼ一致している結果となりました。ですので、1週間ぐらい持てばいいよってことであれば、この AOD はオフにした状態で使えば、実際そのスペック通りになりますので、AOD 使いたい場合はね、2.5 日ぐらいっていうのが目安ということでね、個人的には出てきましたので、一つね、参考にしていただければと思います。というわけで、最後にちょっと気になった点もありましたので、その点もお伝えしたいと思います。それはですね、このスポーツモードの中で、ウォーキングを例えばスタートさせますね。こんな感じで画面が変わっていきます。ペース、経過時間が出ています。この中の表示で何か足りないものが
あるんですね。例えば1キロぐらい経ちますと、ちょっと見たいものが個人的にありまして、それは時間が今何時なのかなっていうのがいつも思うんですよね。時刻表示がやっぱり気になりまして、この画面上に出てこないっていうのはちょっと痛いなと思いましたね。これはどうなんでしょうか。今まで使ってきましたスマートウォッチ、スマートバンドでワークアウト中に時刻表示ができないっていうモデルは本当極めて少なかったんですが、この辺はアップデートでね、対応してくれるとよりいいんじゃないかなというふうに思いました。時刻見たいっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。ということで最後文字盤書いてみましたけども、今回 Fitbit Charge 6いかがだったでしょうか。このコンパクトなボディに GPS も入っていたり、また Google ウォレットですね、Suica や Visa Touch などを使うこともできます。また AOD 対応、そして心拍数や血中酸素、ストレス測定ですね、ワークアウトも含めまして、諸々の機能ね、ほぼ全部入りになっているの、これめちゃめちゃすごいなと思います。ちなみにですね、このサイドボタン、この6から復活した、もしくはついたというふうに言われていますけど、これよくよく見てみますと、物理ボタンっていうよりは、ただ出っ張っているようなデザインに見えてしまいます。押した時に凹むような感じはなくて、いわゆる触覚フィードバックのような感じになっています。ボタンを押した時の押し下感っていうのを感じることはありませんので、こうタップした時に触覚フィードバックで押した感が出てくるようなイメージになっています。ということでね、いろいろ検証していいところもやっぱ気になったところもありますけど、全体的な作りとしましてはね、本当によくできているなという印象です。ということで気になった方は概要欄にリンクがありますので、詳細をご覧いただければと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。